どうも、皆さんこんにちは、こんばんは。1ヶ月ぶりです。先生と申します。今回はこちら、機動戦士ガンダム逆襲のシャア・ベルトーチカ・チルドレンより RG ハイニューガンダムを全塗装していきたいと思います。先日 HG で発売されたナイチンゲールの宿敵でアムロ・レイ最終登場機になってますね。個人的に好きなガンダムの機体トップ5には入る機体ですね。めちゃくちゃ楽しみです。早速こいつを作っていきましょう。それでは箱を開けていきます。箱は小さいですが中身はぎっしりです。細かいパーツの RG ならではの密度ですね。ランナーはこんな感じ。内部フレーム系のパーツが一番多いです。こんな感じ。その他シルバーやゴールドのメタリックパーツもあります。ランナーはこんな感じ。ライトパープルってガンダム系にしてはとても珍しい配色ですよね。アドバンスト MS ジョイントはフィンファンネルの部分で、ここはニューガンダムと同じですね。その他青いエフェクトパーツ、マーキングシールが付属しています。最後に説明書。それでは早速作っていきましょうか。仮組みをしている間にこの機体について説明を見ていきましょうか。形式番号 RX93 ニュー2って読むんですかね。ハイニューガンダム。これを聞くと一見ニューガンダムの後継機のように思いますが、実は設定は2つあります。そしてデザインもそれぞれ違うという少しややこしい機体ですね。まずはベルトーチカ・チルドレンに登場するニューガンダムをハイニューガンダムとする設定。ナイチンゲールと同じですね。完全に映画版とはパラレルワールドになります。サイコフレームの入手経路が若干違ったりします。デザインはリファイン版と呼ばれるこのキットのデザインが定着しているみたいですね。もう一つは CCA-MSV と言われるモビルスーツバリエーションに分類される設定です。こちらではニューガンダムの強化発展機とされています。ニューガンダムは実質3ヶ月という短期間で急増した機体で、アナハイムエレクトロニクスが独自に開発したらしいです。ニューガンダムはファンネルが片方によっていて姿勢制御も難しそうですし、ファンネルは再利用できないという点がありますからね。その点ハイニューガンダムはファンネルラックが左右対称に設けられ再利用可能になってます。好きなデザインはニューガンダムですけどね。アシンメトリー感がたまんないんですよね。今回は気分を変えてヤスリがけ表面処理をしてから仮組みしたいと思います。いつものヤスリ類を使って表面処理をしていきます。この胸の部分なんですが珍しく真ん中にパーティングラインが入ってました。個体差なんですかね。映像では分かりにくいですが、ここはしっかり処理していきます。400番ぐらいで大まかに削って徐々に800番まで整えていきます。そしてデザインナイフなどを使ってカンナ掛けをして C 面をくっきりさせていきます。優しく軽く撫でるように削っていきます。指で軽く抵抗を感じるぐらいになったら OK ですかね。さらにパネルラインを 0.15mm のタガネで彫り直してくっきりさせていきます。またアポジモーターも面取りビットで C 面を追加していきます。こんな感じで RG の多数のディティールを処理していきます。このフィンファンネル部分も計12箇所ありますが、頑張ってやっていきたいと思います。フィンファンネルはキットの特徴の一つでもあるので、こういった先端部分も妥協せず表面処理していきます。この部分とか意外と引けが入ってるんですよね。組み立てるとこんな感じになります。しっかりエッジが立ってる気がしますね。
これを6本やりましたよ。いやー大変でした。同じパーツをやするのってプラモデルの作業で一番大変な気がしますね。とりあえず仮組の完成。キットの出来自体は言わずもがな、噂通りの最高の出来ですね。あえて言うならこのジョイントパーツを付けないと自立ができないのは残念ですね。その他武器類は合わせ目はありません。シールドはリファイン版特有のスピリッター迷彩。おしゃれですよね。全体を見るとこんな感じ。表面処理をした後なのでそのままではないですが、もうこれだけでも完成されてるキットですよね。さすが人気のキット、バンダイさんの本気を感じます。早速塗装といきたいところですが、今回はこれだけではなく少し回収していきたいと思います。専用のハイパーメガバズーカランチャーもありますが、こいつはまた次回ということで。何かというとこちら、ニューガンダム専用のヘビーウェポンシステムを装着できるようにしたいと思います。本当はニューガンダムのために購入したんですが、物は試しということで重装備化していきたいと思います。まあでもニューガンダムは好きな機体なので、機会があったら比較も含めて作りたいと思います。さてこいつはうまく装着できるのか、回収していこうかなと思います。まずはフロントスカートの部分です。これはこのままじゃ装着できないし、無理につけることもできますが、熱くなってしまって違和感がかなりあります。なのでニューガンダムのフロントスカートを有料して差し替え式にしたいと思います。ジョイント部分は互換性があるので何も考えず装着可能です。こんな感じで違和感ないですよね。足の側面についているスラスターはニューガンダムと足の形状が全然違うので、このままだと微妙な感じになっちゃいます。この装着する部分が当たってうまくつけられません。なのでこの部分を除去していきます。そしてそこに配給パーツさんのネオジム磁石を雑ですが仕込んでいきます。装着すれば見えなくなるんでね、OK だと思います。本体の方は外装を外したところに空間があるので、同じく配給パーツさんの小さいネオジム磁石を仕込みます。外装に干渉しない大きさがベストですね。本体に回収を施したくなかったんでこんな感じにしてみました。ストレスなく装着できますね。ということでこんな感じに仕上がりました。足の部分は最後に接着剤で付けようと思います。フロントスカートは差し替え、アーマーは本体に干渉しないように内側を削りました。そしてハイメガシールドもネオジム磁石で取り付けられるようにしました。こんな感じ。この裏打ちパーツの中にただ入れるだけです。本体側も裏打ちパーツ内部に仕込みました。磁石だけでくっついていますが、ネオジム磁石のおかげでポロリの心配はなさそうですね。ようやく塗装前の作業が終わったので、早速全塗装していきたいと思います。まずは内部フレームの下地を塗装していきます。使うのはナスカメカニカルサーフェイサーライト。左が塗装後になります。続いてシルバーの部分は黒下地にナスカフラットシルバーを塗装していきます。艶消しなので落ち着いたシルバーですね。シリンダーの部分もゴールドではなくこちらで塗装。青いパーツの下地はミスターフィニッシングサーフェイサーホワイトを使います。今回使っているヤスリの800番までかければ1500番のサーフェイサーでもある程度傷は消えると思います。こんな感じですね。サーフェイサーを拭いてエッジがしっかりしていると頑張った甲斐がありますよね。ブルーの部分はラベンダーとミリオンブルーを調色したものを塗装します。リファイン版はコバルトブルーなんですが、個人的にはバージョン過渡期の紫色が好みなので、それに近いように仕上げていきたいと思います。主役機なのにトリコロールカラーではなく、青や紫と白だけっていうのは最高のカラーリングセンスですよね。
画では分かりづらいですが、いい感じの紫になってます。ライトパープルの部分はラベンダーをそのまま塗装します。このガイアノーツさんのラベンダーはとてもお気に入りの色です。すごく鮮やかだし、ガンダムにも合うんですよね。今の状態を比べるとこんな感じ。しっかり紫系で塗り分けできたと思います。白のパーツの下地はグレーのサーフェイサー。そして1色目の白はナスカスチールホワイトで塗装します。ほんの少しですがグレーがかった白ですね。2色目はニュートラルグレー3で塗装します。キット的にはシルバーの部分ですね。少しメタリックが主張しすぎだったので落ち着いたグレーにしてみました。こんな感じです。その他バージョン過渡期風なんでスカート部分も塗り分けして塗装は終了。部分塗装墨入れを行っていきます。まずは下出るカラーバルタザールゴールド。ゴールドと言いつつ銅色のような色になります。こちら送料合わせで購入してみたガイアノーツさんのペーパーパレット。これめちゃくちゃ神アイテムです。筆塗りする方にはかなりおすすめできる商品なんじゃないでしょうか。値段も400円くらいでとてもお得です。バルタザールゴールド初めて使ったんですが、ワンポイントの動力パイプなどの表現にはいい塗料ですね。いつも通り下出るカラーのナルンオイルで筆塗りした部分に陰影をつけていきます。適当に上からベタ塗りするだけでいいのは最高ですね。仕上がりはこんな感じ。右が塗装後になります。膝裏の動力パイプ部分はこんな感じ。奥まったピンの部分も筆塗りなら簡単ですね。続いてニューガンダム特有のチラ見せしているサイコフレームと思われる部分も発光状態を表現したいと思います。まずは明るめのシルバー、下出るカラーのストームホストシルバーで塗っていきます。いつも使っているリードベルチャーよりもだいぶ明るい色ですね。こんな感じです。さらにその上に下出るカラーのウェイストーングリーンを重ねていきます。この塗料はメタリックカラーの上から塗装すると宝石のような表現ができるクリアカラーになってます。2回程度重ねたのがこちら。いい感じでサイコフレームの発光が表現できたかと思います。組み立てるとこんな感じ。肩は上の部分も塗ってみました。あと開放ギミックの部分にも塗ってみたんですが、案の定はめたら最後クリアランスがなくなり開かなくなってしまいました。ここは失敗。その他のパーツはこんな感じになってます。足の部分を曲げると出てくるところも塗装しています。まあ自己満ですかね、ここら辺は。つい楽しくて塗っちゃうんですよね、こういうところ。続いて墨入れはクレオスの水性ホビーカラーとマジックリンで行っていきます。水性ホビーカラーではありますが、フィンパネルのような長いパネルラインでもスーッと入っていきます。はみ出た部分はマジックリンで拭き取れます。さらにセンサーなどのシール類のディティールアップをしたいと思います。使うのはハイキューパーツさんのオーロラグリーンシール。こちらは説明にもあるようにキット付属のシールの上から貼り付けることで変更コーティングされた感じのシールができます。パネル部分のセンサーは RG ウィングガンダムで余ったこのシールがいい幅だったので使いたいと思います。こんな感じで見る角度で色が変化するシールが簡単にできちゃいます。爪楊枝などでしっかり貼り付けていい感じですね。最後にデカールを貼っていきます。今回使ったのは RG ニューガンダムのデカールと MG ハイニューガンダムのデカール、そしてバージョン過渡期風にするための V ガンダムのデカール。マークシールも一部使用しています。マークセッターをつけたい場所につけてデカールを貼ります。綿棒で水を押し出して圧着。大きいデカールはさらに上からマークセッターをつけて軟化させるとうまく貼れます。パーツをまたく場合はデザインナイフでカットしてさらに綿棒で圧着させれば完成。アンブローの A とユニコーンを掛け合わせたこのパーソナルマーク。おしゃれなデザインですよね。
ヘビーウェポンシステムのスラスター部分はマーキングシールを使いました。この部分ですね。シールドはこんな感じ。仕上げにトップコートを拭いて完成させていきます。はい、ということで完成しました。早速組み立てていきます。下半身の完成。元キットよりもメタリック部分を減らしたので落ち着いたカラーリングになっていると思います。続いて上半身。頭部をつけて本体の完成。カメラアイにもオーロラシールを貼っているので光っている感じが出せていると思います。それにしてもめちゃくちゃイケメン。ビームライフルはこんな感じ。そしてニューハイパーバズーカ。紫色のスプリッター迷彩。感じですね。バックパックはこんな感じ。こう見るとプロペラントタンクもあってボリューミーに見えますがしっかりまとまってますね。本体に取り付けて完成です。どうですか？めちゃくちゃかっこよくないですか？そしてヘビーウェポンシステムがこちら。胸部パーツ、リアスカートはこんな感じです。足のスラスターは塗装を重ねていますがしっかり磁石でくっつきます。アイメガシールドも大丈夫そうですね。揺らしても落ちません。取り外しも簡単。ということで完成したので見ていきましょう。RG ハイニューガンダムです。長らくご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。またアドバイスやコメントもお待ちしております。ではまた次回お楽しみに。バイバイ。